Hello everyone、メドちゃんです。本日の動画は本体の作業をちょっと横に置いておいて、今回はウィンドウのレストアレーションをやっていきたいと思います。このキャンパーがこれからどうなっていくのか気になる方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてください。よろしくお願いします。それでは今回は窓のレストアをしていきます。右サイドの窓は最初の段階で外していましたが、左サイドを外しているのは2月の一番寒い時期です。右サイドの分の窓はいろいろとわからないままレストアしていました。Facebook のヴィンテージトレーラーのコミュニティなどで教えてもらったりして、なんとかやり方が徐々に分かってきました。今回はその宗父ちゃん流のやり方を見てもらおうと思います。まずはハンドルを外して枠に残っているビューロテープを除去します。それから網戸を外しておきます。窓枠にペイントがされてしまっているので、ペイントストリッパーを使って剥がしていきます。スプレーして30分ほど放置。その間に網戸の枠を磨いておきます。ペイントが浮いてきているか確認。粗いスチールウールでガシガシ剥がしていきます。内側の角などはパテナイフなどでこすると良いようです。乾いてしまう前にラグで拭き取ります。次にガラスを外していきます。ガラスの窓を開いて、ガラスが枠からスライドして出せる角度にしておきます。窓枠に差し込まれているパッドを外します。次にガラスが癒着しているのをパテナイフなどで剥がします。それから後ろ側の爪を外せばガラスをスライドして外せます。次に古くなって硬くなってしまったラバーのガスケット類を外していきます。この種類の窓には4種類のガスケットが使われていました。基本的にはスライドさせれば抜けるはずなのですが、経年劣化で硬くなったり、汚れが隙間に入って固着してしまったりしていて、かなり苦労する場面もあります。スプレーオイルやアセトンなどを使ったりしてなんとか抜いていきます。ナイフを使うときは慎重に。アルミをできるだけ傷つけないようにしないと、後で新しいガスケットを入れるときに苦労します。
このガスケットだけは端をかしめてあるので、マイナスドライバーなどで緩めてから取ります。次に外枠を磨いていきます。ワイヤーブラシとスチールウールできれいにします。外枠には製品のモデルナンバーが刻印されているので、それをもとに新しいガスケットをオーダーしました。せっかくきれいにした枠を雨風そのままさらすのももったいないので、クリアラッカーを塗ります。ペイントストリップなどが残っていたらちゃんと塗料が乗らないので、下準備用の溶液できれいに拭き取っておきます。クリアラッカーのスプレーで塗っていきました。ラッカーがしっかり乾くのを待って新しいガラスをはめてみます。枠にはうまく収まったのですが、ここで問題が発生。ガラスの縁にガスケットを装着するためのパーツが入らない。ガラスがごくわずかですが厚すぎる。いろいろ考えたんですが、ガラスと同じ厚みの鉄板の端切れがあったので、これを使ってこのパーツをこのガラスに入るサイズに叩き直すことにしました。このパーツも窓枠と同じアルミ製なので、かなり柔らかい素材なのでできる力技ですね。このやり方はおすすめしません。予算の関係上、ガラスをオーダーし直すわけにはいかなくて仕方なくです。端っこで試してみました。とりあえずなんとかなりそうです。とはいえ、かなり無理があるのか、パーツが奥まで入らないので、少しダイヤモンドのヤスリでガラスの角を落としておきます。無理せず入るようにとガラスが割れないように願いながら削りました。なんとか入りました。よかった。次は新しくオーダーしたガスケットを取り付けていきます。
改めてガラスをつけ直します。最後にガラスを押さえるためのパッドを裏側に差し込んで、ガラスが動かないようにしっかりと留めていきます。これで見た目はいい感じになったんじゃないでしょうかね。全部でこの形の窓が10個あるので、せっせとやらないといつまでたっても終わらないので、頑張って終わらそうとしたんですが、最後の最後で大失敗が待ってました。あれあれうわー、やってもうた。マジか。短っ。はい、また余計な出費が。今回はここまでです。次回もお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.